1989年鈴鹿サーキット。1台の試作車にあの F1 の英雄アイルトン・セナが乗り込んだ。セナ？ F1 で3度も世界チャンピオンになったあのセナ。そうだ。その試作車が後のホンダ NSX。そして今、その初代 NSX が中古2000万円超え、タイプ R なら1億円で取引されてるんだ。1億円？発売時は800万円くらいでしょ。35年で美術品の値段になったってこと？しかもセナが鈴鹿で放ったたった一言が、この NSX の運命を変えた。一言で伝説が生まれたんだぜ。一言で伝説？それは気になりすぎる。早く聞かせてよ。その話は後でたっぷりするぜ。NSX はゲームのグランツーリスモでも誰もが乗った日本が世界に誇るスーパーカーなんだ。グランツーリスモの定番カーだ。それなら私も走らせたことある。まず今日の結論を先に言うぜ。1990年に登場したホンダ NSX こそ世界の常識をひっくり返した日本初の本格スーパーカーなんだ。その理由は3つある。3つも？気になる。早く教えてよ。1つ目が、世界初のオールアルミ量産ボディという衝撃技術。2つ目が、セナと本田宗一郎が生んだ誕生ドラマ。3つ目が、初代から2代目まで貫いた頂点への執念、だ。最後まで見れば全部わかるぜ。オールアルミって空き缶をいっぱい集めて作った車のこと？バカチンがリサイクルカーじゃねえよレイム。航空機にも使う軽くて強い金属なんだ。なるほど、それはとびきりハイテクだ。そこが NSX のすごいところだレイム。今日はその初代 NA1、NA2 型から2016年の2代目 NC1 型まで NSX の全史を丸ごと解説するぜ。初代も2代目も一気に解説、それは見応えありそう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1990年9月、ホンダは NSX を発売した。名前の由来は、ニュースポーツカーエクスペリメンタル、新しいスポーツカーの実験という意味だぜ。実験、メーカーが自分から、実験、って名乗っちゃうの、なんだか潔いね。この NSX、なんと世界初の量産オールアルミモノコックボディを実現したんだ。骨格からボディまで丸ごとアルミ製、鉄で作った場合より約200キロも軽いんだぜ。200キロ？それって大人3人分が丸ごと消えたのと同じじゃん。その通りだ。しかもエンジンを運転席の真後ろに積む、ミッドシップ、というレイアウトだ。重いものを車の真ん中に置くと運動性能が劇的に上がるんだ。ミッドシップってなんかお弁当の真ん中の梅干しみたいな。まあイメージは近いぜレイム、よく考えたな。重心が真ん中にあると車がくるっと素直に曲がってくれるんだ。やった、梅干し理論合ってた。それじゃあ NSX の初言、スペックを紹介するぜ。初代の型式は NA1。エンジンは C30A 型 3.0 リットル、V 型6気筒 VTEC だ。VTEC ってよく聞くけど、一体何なの？ VTEC はホンダの魔法のエンジン技術だ。低回転と高回転でバルブの動き方を切り替えて、街乗りの扱いやすさと高回転の爆発的パワーを両立させるんだ。一つのエンジンがおとなしい顔とすごい顔の二つを持つってこと？そういうことだぜ。最高出力は280馬力で7300回転、最大トルクは 30.0 キロ。280馬力は当時の日本の自主規制の上限ぴったりだぜ。規制がなかったら、もっとパワーが出てたってことね。ボディサイズは全長 4430× 全幅 1810× 全高 1170 ミリ。全高はたった1170ミリ、縦看板みたいに低いぜ。新車価格は約800万円だ。800万円、1990年なら家が一軒買えちゃう値段じゃん。そうだぜ。でも NSX は、毎日でも乗れるスーパーカーを目指した特別な車だったんだ。さて次の章では、その NSX を生んだセナと本田宗一郎の熱いドラマを語るぜ。セナの話、待ってました。話は1980年代後半、ホンダは F1 の世界で無敵を誇っていた。そのホンダがエンジンを供給していたのが、天才ドライバー、アイルトン・セナだ。F1 でホンダエンジンといえばセナ、まさに黄金時代だね。その F1 でいた自信を市販車でも世界に示したい。それが NSX 開発の出発点だったんだ。目標は、日本車でフェラーリを超える、とんでもなく高い壁だぜ。日本のメーカーが本気でフェラーリ超えを狙ったんだ。それは無謀にも聞こえる。NSX の開発中、ホンダはセナと中島悟、二人の F1 ドライバーに試作車をテストしてもらったんだ。場所は鈴鹿サーキットだぜ。本物の F1 ドライバーにテストしてもらえるなんて贅沢すぎる。そこでセナが放った一言が伝説だ。ちょっとボディが柔らかいね。たった一言で、ホンダの開発陣に衝撃が走ったんだ。柔らかい。プリンじゃないんだから。バカチンが、よく考えろレイム。ボディがしなると、ドライバーの狙い通りに曲がれないんだ。ホンダはこの一言を受けて、ボディの合成を徹底的に作り直した。
世界一のドライバーの一言って、やっぱり重みが違うね。開発陣はドイツのニュルブルクリンクなど、世界の過酷なコースで走り込み、ボディの剛性を大幅に引き上げた。NSX はセナがいなければ完成しなかったとまで言われるんだぜ。セナが NSX を鍛え上げたんだ。その話、かっこよすぎる。テストに加わった中島悟も、日本人初のフルタイム F1 ドライバーだ。世界トップの2人が市販車1台にここまで関わるのは異例中の異例だぜ。F1 ドライバー2人がかりで作った市販車なんて他に聞いたことない。そしてもう一人忘れちゃいけない人物がいる。ホンダの創業者、本田宗一郎だ。ホンダを作った本田宗一郎さん。宗一郎さんは高齢で開発の現場にはいなかったが、完成した NSX を見て心から喜んだと伝わっている。そして発売の翌年、1991年に84歳でこの世を去ったんだ。NSX は宗一郎さんが見届けた最後のスポーツカーなんだね。その通りだ。職人の手で一台一台丁寧に組み上げられた NSX には、ホンダの魂がぎっしり詰まってるんだ。さて次の章では、NSX がどう進化して頂点を極めたかを語るぜ。進化の物語、ぜひ聞きたい。NSX は生産が始まった1990年からずっと進化を続けた。まず1992年、究極の軽量モデル、NSX-R、タイプ R が登場するんだ。タイプ R、ホンダの赤いバッジの、あれだ。この NSX-R、エアコンやオーディオまで外して徹底的に軽量化した。サーキットを速く走ることだけを考えた、硬派なモデルだぜ。生産台数はわずか480台ほどだ。エアコンも外しちゃったの。夏のサーキットは汗だくの我慢大会じゃん。そこは根性だレイム。1g でも軽くして速さを追う男のロマンなんだぜ。480台。快適装備をスパッと捨てちゃう潔さが、もうかっこいい。この NSX-R、ドイツのニュルブルクリンクという、魔の山、と呼ばれる過酷なコースでも鍛えられた。サーキットの速さは当時の高価なスーパーカーにも引けを取らなかったんだ。値段は数分の1なのに、走りはスーパーカー級、もうコスパお化けじゃん。1995年には屋根が外せる、タイプ T も登場した。1台で快適なオープンカーにも、本格スーパーカーにもなれる。この懐の深さが NSX の魅力だ。後派にも快適にも触れるなんて、まるで二刀流じゃん。そして1997年、NSX は大きく進化する。エンジンを3.0リットルから3.2リットルに拡大し、型式も NA2 型へ。さらに6速マニュアルを搭載したんだ。排気量アップに6速ミッション。これは本気の改良だね。NSX はレースでも大活躍したぜ。日本のトップカテゴリー、スーパー GT でも長年戦い続け、ホンダの看板マシンとして数々の勝利を重ねたんだ。街でもサーキットでも主役、まさに二刀流の優等生だ。極めつけが2002年だ。デザインを一新して、パカッと開くリトラクタブルライトをやめ、固定式のヘッドライトに変更。さらに伝説の NSX-R が復活したんだ。リトラやめちゃったの。あのパカッと開くライト好きだったのに。時代の流れだぜレイム。この2002年の NSX-R は国内でわずか140台。今では初代 NSX の中で最も価値が高い、まさに頂点のモデルなんだ。140台、それはもう奇跡みたいな希少さ。こうして NSX は2005年12月に生産終了。15年間で日米を合わせて18,734台が作られたんだ。さて次の章では、なんと11年の沈黙を破って復活した2代目 NSX を語るぜ。2代目がついに登場するのね、楽しみ。初代 NSX が消えてから11年。2016年、ついに2代目 NSX、型式 NC1 が復活したんだ。11年も待たせるなんて、じらしうますぎ。2代目は中身が完全に別物だ。3.5 リットル、V6 ツインターボエンジンになんとモーターを3つ組み合わせたハイブリッドスーパーカーになったんだぜ。モーターって扇風機にも入ってるあのモーター。原理は同じだが規模が違うぜレイム。タイヤを猛烈に回す強力なやつだ。モーター3つ。エンジンとモーターのチームプレイってこと？その通りだ。スポーツハイブリッド SHAWD というシステムでシステム最高出力はなんと581馬力。初代の2倍以上のパワーだぜ。581馬力、初代の280馬力からのすごい大ジャンプ。モーターのいいところはアクセルを踏んだ瞬間に力が出ることだ。ターボが効くのを待たず、まるでロケットみたいに加速するんだぜ。踏んだ瞬間にドンと出る加速、それはもうワープ感覚だ。しかもこの2代目、開発も生産もアメリカだ。オハイオ州の専用工場で1台ずつ組み立てられたんだぜ。アメリカ生まれの日本のスーパーカー、すごくグローバルだね。2代目 NSX もスーパー GT で戦ったぜ。初代から2代目まで NSX はずっとレースの最前線にいた数少ない国産スーパーカーなんだ。世代が変わっても戦う心はちゃんと受け継がれてるんだね。
価格は約2370万円。初代の3倍近いが、ライバルは世界の名だたるスーパーカーだから、これでも戦略的な値付けなんだ。2370万円で戦略的って、スーパーカーの世界、桁が違いすぎる。そして2022年、最終モデル、タイプ S を世界限定350台で発売し、2代目も生産を終えた。タイプ S のシステム出力は、なんと610馬力だぜ。610馬力で優秀の美、初代も2代目も、最後はタイプ系で締めるんだね。そうなんだ。初代と2代目、生まれも育ちも全然違うが、ホンダの技術の頂点、という志は同じなんだ。さて次は NSX のライバルたちとの戦いを見ていくぜ。ライバル登場、どんな強敵が出てくるの？初代 NSX が狙った相手は、なんとイタリアの名門フェラーリだ。具体的にはフェラーリ348あたりがライバルだったんだぜ。いきなりフェラーリに喧嘩を売ったの。度胸がありすぎる。しかも結果がすごいぜ。海外の自動車専門誌は扱いやすさと完成度で NSX がフェラーリを上回ると評価した。新興メーカーの一台が長年の王者を慌てさせたんだ。デビュー作で本場のフェラーリを慌てさせるなんて下克上が過ぎる。しかも NSX のコンセプトは、フェラーリのように速く、でもカローラのように壊れず毎日乗れる、だ。当時のスーパーカーは故障が当たり前だったからな。壊れないスーパーカー、それを実現しただけでもう革命じゃん。海外で NSX は、フェラーリキラー、と呼ばれて大絶賛された。北米ではホンダの高級ブランド、アキュラ、の NSX として売られたんだぜ。フェラーリキラーって、フェラーリを暗殺しちゃう物騒な車なの。物騒な意味じゃねえよレイム。性能で本家フェラーリを任す、最高の褒め言葉だぜ。なるほど、強さで認められた称号なんだね。それに NSX はゲームの世界でも大スターだ。グランツーリスモには初代からずっと登場、画面の中で誰もが一度は NSX を走らせてるはずだぜ。出た、グランツーリスモ。私もゲームで乗ったことあるかも。最近はグランツーリスモの映画まで公開されたよな。NSX は時代を超えて世界中のファンに知られる存在になったんだ。ゲームから映画まで NSX の活躍の場が広い。国産のライバルといえば、このチャンネルで紹介した RX7 やフェアレディ Z だ。だが NSX はその中でも別格、日本車の頂点、と呼ばれたんだ。さて次は気になるお金の話、投資視点だぜ。お金の話、一番気になるやつ。ここでお金の話だレイム。初代 NSX、実は2010年代の前半は中古で300万円台で買えた時期もあったんだ。300万円。今の2000万円超えからはもう想像もできない。それが今や状態のいい個体で1500万から2000万円超え。10年ちょっとで5倍以上、株よりも早い値上がりだぜ。5倍、銀行に預けるより NSX に預けた方が増えてたじゃん。特に2002年の NSXR は別格だ。海外のオークションでは1億円を超える落札もある。もう完全に美術品の世界だぜ。1億円あったら私なら一生分のお団子が買えちゃうよ。バカチンがスケールが小さすぎるぞレイム。世界が憧れる宝が買える金額だぜ。1億円のホンダ車、総一郎さんもきっとびっくりだろうね。しかも初代 NSX は海外でも、日本が生んだ本物のスーパーカー、として評価がうなぎ登りだ。世界中のコレクターが今、争うように探しているんだぜ。世界中がライバルじゃ、ますます手が届かなくなっちゃう。でもレイム、ここで、もう買えない理由、を3つ教えてやる。1つ目、初代は15年でたった18,734台しか作られていない、その希少さだ。そもそも、生産された数が少ないんだ。2つ目、アメリカの、25年ルール、だ。製造から25年経った車は輸入が解禁になり、初代 NSX がアメリカへ大量に流出しているんだ。日本の宝がアメリカにどんどん吸い取られてる。3つ目、オールアルミボディは修理できる職人が限られ、専用部品も貴重だ。だから程度のいい個体は、これからますます減っていくんだぜ。数も減って値段も上がる。まさに今が最後のチャンスじゃん。その通りだ。買うなら、待ったなし、の車なんだぜ。さて次は、とっておきの豆知識コーナーだ。豆知識、大好物。豆知識その1。NSX のボディを組み立てた栃木の高根沢工場は、職人が一台一台手作業で仕上げる特別な工場だった。後に生産は鈴鹿の、匠ライン、へ移ったんだぜ。工場のラインの名前が、匠。もう名前から職人魂が溢れてる。豆知識その2。NSX の内装は、ジェット戦闘機のコックピットを参考に設計された。視界を広く取った低いダッシュボードが、その名残だぜ。戦闘機がお手本、座ったら気分はもうパイロットだ。豆知識その3。アイルトン・セナは開発に関わった NSX を自分用に所有していたと言われている。世界一のドライバーが本気で愛した車なんだ。セナが自腹で買うって、それ最高の評価コメントじゃん。豆知識その4。
NSX のボディカラーには専用色がいくつもあって、中でも鮮やかな黄色、インディイエローパールは今も大人気だぜ。黄色い NSX、確かに絵になる。一度は本物を見てみたい。豆知識その後。初代 NSX は設計に飛行機の発想がたっぷり詰まっている。広い視界も低い着座位置も全ては運転に集中させるための工夫なんだぜ。内装も発想も飛行機まみれ、NSX はもう地上を走る戦闘機だ。さて豆知識で賢くなったところで、次は NSX の評判、その光と影を正直に語るぜ。いい話だけじゃないんだ。ちょっとドキドキ。まずはいい評判だ。とにかく、壊れにくい。スーパーカーなのに、普通の車みたいに毎日乗れる。これは当時の常識を覆す大事件だったんだ。壊れないって、オーナーには何よりのご褒美だね。次に、視界が良くて運転しやすい。スーパーカーは乗りにくいのが当たり前だったが、NSX には誰でも扱える優しさがあったんだ。速いのに優しいって、まるで理想の先輩みたいな車。さらに、高回転まで回した時の VTEC サウンド、も語り草だ。エンジンが表情を変える瞬間、背中がゾクッとするほど官能的な音がするんだぜ。官能的な音って、もしかして掃除機みたいなブイーンって音？掃除機と一緒にするなレイム。腹の底に響く、魂が震える方向なんだぜ。音まで魅力なんだ。NSX は耳でも楽しめるスーパーカーじゃん。壊れにくさの秘密は、ホンダが世界中で売る実用車で培った信頼性をスーパーカーに惜しみなく注ぎ込んだことだ。夢の性能と日常の安心、その両立が真骨頂だぜ。夢と現実を一台で叶えちゃうなんて、欲張りで最高な車だね。逆に、厳しい評判もあるぜ。フェラーリのような演出過剰な刺激は少ない、と言われた。優等生すぎて地味だ、という声だな。真面目すぎて損するタイプ、なんだかわかる気がする。あとは初代の後期や2代目は、車両価格も維持費も高いことだ。アルミボディの修理や専門的な整備には、どうしてもお金がかかるんだ。買ってからもお金がかかる、スーパーカーはやっぱり甘くないね。それでも NSX は、日本が世界に誇れるスーパーカー、として今も世界中のファンに愛され続けているんだ。優等生だけど、ちゃんと愛されてる。それが何よりの勲章だね。さて、初代から2代目まで NSX の前史を語ってきたが、どうだったレイム？大満足だよ。ねえマリサ、最初に言ってた、3つの理由、私ちゃんと覚えてるよ。お、言ってみろレイム。世界初のオールアルミ技術、瀬名と総一郎さんが生んだ誕生ドラマ、そして頂点を求め続けた執念、合ってる。完璧だレイム、よく聞いてたな。その3つが揃って NSX は日本初の本格スーパーカーになれたんだ。なるほど、それは興味深いね。瀬名と総一郎さんの思いが詰まった日本の宝物みたいな車だってよくわかったよ。初代も2代目も生まれは違っても、ホンダの技術の頂点、という誇りは同じ。これからも語り継がれていく名車だぜ。NSX、ずっと日本の宝物だね。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったらコメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。それじゃあ、また次回。またな。